押井守です。アニメはいつでもギリギリだ。アニメーションあんまり見たことなかった。一番小さい時に普通にディズニーのアニメーションとか見たけど、あんまり覚えてない。働き始めて、とっても暇な会社だったので、テレビを見てた。テレビで再放送のアニメーションを毎日見てた。日本のアニメーション。それはね、科学忍者隊ガッチャマンっていうテレビシリーズのアニメーション。後に僕のお師匠さんになる鳥海さんっていう鳥海監督の作品だったんだけど、それを見て少し心が動いた。なぜ動いたかっていうと、そのアニメっぽくなかったよね。キャラクターがリアルで、カメラワークもリアルで、割とこう実写っぽかったっていうか、お話も大人っぽいんだけど、でそれ見てちょっと感銘を受けたっていうか、なんとなく自分でもやれるかなという気がしてた。だからアニメスタジオに入るまで実はアニメーションをほとんど見てなかった。でアニメスタジオに入った後は忙しくってあんまり見てる暇なかった。だから、なんて言うんだろう。実は僕はそんなにアニメーション一生懸命見てない。あと監督になってから人の作品見て感動するとか感銘を受けるとかね、多分なかったと思う。たまにアニメーション見るけど大体怒ってるよ。大体悪口言ってるよね。そこが面白いところでさ、下手くそとかさ、そういうことを置いといても、僕は監督だから、だからその演出が気に入らないっていうかね、仕事で見てるわけだから、で楽しんで見るっていうことじゃないんだよね。だからどうしてもね、やっぱいろんな欠点が目についちゃう。でそれは自分の作品見たって、ね、いつも気に入ってるわけじゃないわけだから。だから仕事で見るってことは、要するにどっかしら出来が悪いとこ探そうと思って見てるわけだよね。であんま健全な見方じゃないと思う。だからそれは別にアニメーションに限らないけど、映画見るときは大体そういう風な感じで見てる。例えば音消してみたりとかするわけ。そうするとね、何やってるか分かりやすいから、音に騙されないっていうかね、結構しょっちゅう音消してみてるね。多分そういうことやってる人って結構いるんじゃないかな。アニメに限らず映画とかさ、エンターテインメントだよね。エンターテインメントが世界を変わるのかっていうさ、基本的にさ、そんな大それたことできるわけないと思ってるよ。コンテンツが世界を変えるんじゃなくて、メディアが変えるってことは当然あると思う。で確かに変える力あるし、僕らの仕事はメディアの仕事だけど、コンテンツを作ってるわけだから、その個々のコンテンツがなんて言うんだろう、例えば一時にそういうブームを起こしたとかさ、したとしてもね、世の中を変えるとかそういうことじゃないと思う。ただ一つ言えるのは、アニメーションって独特な表現だから、実写映画と違ってすごく中立的っていうか抽象的なんだよね。割とだから世界中どこで見てもあんまり違和感ないっていうか、だからある種のアニメーションの見方っていうのがあるわけだけど、それはね、世界中に広めちゃったっていうね。特に日本のアニメーションがね、そういうことはあるかもしれない。である種の感性みたいなもの、それを要するに平たく言えばオタクって世界中にいるわけだよね。でオタクである限り考えること同じだし、
行動様式も変わらないわけで、そういうことで言えばなんかある種の共通の感覚みたいなものを世界に広めちゃったっていうさ、目指してたわけじゃないけど結果としてそういうことがあったかもしれない。でもそれはあくまでトータルでってことなんで、個々の作品がなんか大きく世の中に影響力を持つとかね、僕はそうは思ってない。で監督になったから40年ぐらいなんだけど、で監督になる前に僕のお師匠さんに言われたことあるのね。私のマスターでさ、もう死んじゃったけど、お前の仕事は、ね、子供とかね若い人たちにそれある種の憧れを持たせることだっていうさ、憧れのキャラクターを作り上げることがお前の仕事だっていうさ、それ以外にお前が考えてることを一つだけ入れてもいいってさ、二つも三つも入れちゃダメなんですよ。それがお前の監督としての仕事だって言われたわけ。あくまで若い子たちに今の辛い現実みたいなのを忘れさせて、憧れの世界をその時間とか見せてあげるってさ、それキャラクターだったり世界だったりね、物語だったり、そのことを忘れるなっていうふうに散々言われたよね。割とねそういうふうに思ってる。だから別にね麻薬売ってるわけじゃないんですよ。麻薬売ってることは悪いもんじゃないけど、ある種の中毒性があることは間違いないんですよ。